皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋はバックドライブでの回転のかけ方についてやっていこうと思います。質問でバックドライブの回転をかけるコツを教えてくださいという質問をいただきましたので、そちらに答えていく形になります。まずバックドライブがしっかりできる、回転をかけられるということのメリットなんですが、回転をかけることでボールは弧線、山なりになって飛んでいくので、打球が安定します。相手のコートに入れやすくなります。どうしても直線的な球っていうのはネットに引っかかりやすいので、しっかりと弧線を描くバックドライブ、回転をかけるということで、ミスを減らすことができます。もう一つのメリットは、相手が横回転や下回転、上回転、いろんな回転をかけてきたときに、自分が強い回転をかけることができれば相手の回転にそれほど大きく左右されずに、ボールを自分で打った打球、自分で打ったボールの回転に変換して、安定した球、自分の狙った通りの球っていうのをかけられるようになります。比較的上級者の選手がこういった方法で相手の回転に対して返球を行うんですが、ぜひぜひその回転をかける感覚っていうのを養うことをお勧めします。でもう一つのメリットとしては、強い回転量で相手のミスを誘えることですね。どうしてもそこそこまでの回転量、もしくはうまく回転かけられないと相手もブロックやカウンターが簡単になってしまいます。ですが自分でギュッてしっかり強い回転をかければ、相手にブロックを弾かせたりとかカウンターを狙えなくしたりということができますので、その自分の攻撃的な戦術の面でも入れやすいとか、ミスを減らすっていう部分以外にも相手のミスを誘うような攻撃的な意味合いを持たせることができますので、しっかりと回転をかける感覚をつかんで、その回転量を強くしていくっていうことをやってほしいと思います。では回転のかけ方を説明していきます。まず回転をかけれない人のポイントなんですが、回転をかけれない人っていうのは、相手が打球して向かってきた球に対して正面から当ててしまう、熱く当ててしまうっていうポイントが必ずあります。飛んできた球に対して当ててしまうので、回転をかける前に弾き飛ばしてしまうっていうことがまず一つの原因だと考えられます。ですのでまずはその熱く当てない、パーンって当ててしまわないような、捉え方っていうのを練習していきます。では1つ目のポイントです。まず回転をかける感覚っていうのを養う練習をやっていきます。方法としては、左手にボールを持ってラケットの上方向から下にボールを投げてください。でラケットは下から上に振ってください。こういった形です。こういった練習をたくさんやってください。これだったら相手がいなくてもできます。ボールの軌道を見てもらうと分かると思うんですが、山なりにグッて沈み込むような、しっかりトップスピンのかかった球になってます。コアでも同様のことが言えます。上から下に、でラケットは下から上に、こういった感じで、まず自分自身でボールを持って回転をかける感覚っていうのを養ってみてください。でこれはなぜ上から下にボールを投げるのかと言いますと、ボールが正面から向かってきて、それに対して回転をかけようとすると、どうしてもタイミングをうまく取って、できるだけ球が飛んできた瞬間薄く捉えるっていうのが難しくなります。ですが上から下に投げる、下から上に行くっていうのは、ボールがすれ違いざまに当たるということになります。すれ違いざまに当たるということは、打球面に対してボールが垂直というよりは平行に入ってくるので、薄くラバーの表面だけで捉えるような感覚で捉えやすいということが、この上から下に投げる、下から上に振るっていうことで、その感覚を養うことができます。こうすることで薄く捉えて回転をかけるようになれますので、ぜひこの練習たくさんやってください。たくさんやって、このうまく回転がかかった時の当たる瞬間の感覚っていうのを覚えておいてください。では次の2つ目のポイントに行きます。次はロングボールに対してやってみましょう。相手からロングボールを出してもらって、
向かってくる球に対して1番目の練習でやったようなこうキュッてかかる感触っていうのを出すような感じで当ててみましょう。ここで飛んでくる球に対してラケット面が垂直にあると考えた時に、このようにポーンって当たってしまうと前に弾いてしまいます。そうではなくて、飛んできた球に対してこの球のギリギリの部分ですね、ここを下から上にこう擦ってやる。飛んできた球に対して下から上にこう薄く捉えるようなイメージ。ここでこう前に振ってしまったりとか、こうボールが引きつけすぎてうまく薄く捉えて擦る前にパーンって弾き出してしまうと回転をかけられないので注意してください。ここで向かってくる力の強いロングボールに対してしっかりと薄く捉えて、でボールを山なりに飛ばしていくという練習をやってみてください。ロングボールに対してこれがしっかりできればかなり回転をかける感覚っていうのが発達します。では2番目のロングボールに対してができたら、次は下回転に対してやっていきます。これをやる頃にはもうしっかりと感覚をつかんで山なりのループドライブが出せると思います。ロングボールに比べて下回転のボールの方が向かってくる力が弱いので薄く回転をかけやすい、ロングボールの時よりも回転をかけやすいので、こう今までやってきたバックドライブと回転のかける感覚っていうのが大きく違うことが分かると思います。こういった形でこの1番2番3番のポイントを段階を踏んで実践していくことで、自然にこう回転をかける力っていうのを養うことができますので、ぜひやってみてください。では実際に、私も、プレーをやってみたいと思います。